AF が私の顔にずっとついてきてるかっていうのもチェックしてみてください。どうも皆さんこんにちは。今日はこちらニコンのフルサイズミラーレスカメラ Z5 です。サンプル写真を撮ってきたので、今日はそれを見ながらこれを使ってみた感想をお話ししていこうと思います。で、この Z5 は私が自分で購入したものではなくって、レビュー用にということでニコンさんに貸し出し機を送っていただきました。一緒に送っていただいたレンズなんですけれども、 24mm から 50mm F4 から 6.3 のキットレンズです。本格的なカメラを初めて購入される方で、こういうねフルサイズのカメラを購入して、実際使ってみて、うわもう出てくる絵が全然違う、さすがフルサイズって感動したいっていう方の場合、私はね正直言ってこういうキットレンズよりも明るい単焦点レンズを合わせて使う方がその感動はねぐーんと高まると思います。じゃあこのキットレンズの良さは何かっていうと、やっぱりねこのサイズ感、軽さ、コンパクトさです。このサイズで 24mm から 50mm の広角から標準域をカバーしてくれるので、毎日気軽に使えるお散歩レンズに最適なんじゃないかなと思います。で、今からご覧いただくサンプル写真なんですけど、基本的には JPEG の取って出しです。私は普段ロー撮影の方が多いんですけど、今回はサンプル撮影ということで JPEG の方がフラットに見てもらえるんじゃないかなと思ってそっちを載せました。で、これだとちょっと暗すぎるなと思ったものに関しては少しだけね露出を上げたりしてあります。で、サンプル撮影なのでなるべくカメラの性能に任せてみようということで、シャッタースピード優先モード、アパチャー優先モード、それからね P モードとかそういったオート機能を使って撮影しました。ホワイトバランスもオートで撮りました。で、数日に分けてちょこちょこ撮影をしていたので、ピクチャーコントロールね一枚一枚に何を使ったかはっきり覚えてないんですよ。基本的にはスタンダードを使って撮っていました。あとね、夜の撮影で、ライトの光を強めに色を出したいななんていう時にはビビットを使っていました。まずは夜撮った写真からご覧いただこうと思います。フルサイズカメラはセンサーサイズが大きいということで、そもそもそのメリットとして暗所撮影に強いっていう点があって、少々暗いところでも ISO を抑えめで撮ることができる、イコールノイズが抑えられるので解像感を生かした夜写真を撮ることができます。この Z5 はその強みに加えてボディ内手ブレ補正機能があるので、これが夜撮影の楽しさをさらに倍増させてくれました。シャッタースピード10分の1とか8分の1あたりでも手持ちでブレることなく撮れちゃうんですよ。なので今までだったら三脚使わないと撮れないと諦めていたような場面でも、この機材だと手持ちで試してみようかなっていう前向きな気持ちになるし、実際手持ちで撮影してもしっかり撮れちゃいます。今回使っているこのレンズ F4 から F6.3 ということで、正直明るいレンズとは言えないので夜撮影には不向きかなと思って期待してなかったんですけど、これがねいい意味で期待を裏切ってくれました。 Z5 のボディ内手ブレ補正と合わせて使うことで F6.3 でもディスアドバンテージを感じることなく撮影できました。というわけで夜撮影が楽しかったので、サンプル写真の量が夕刻から夜にかけてのものの方が多くなっちゃいました。それから今回 Z5 についての話でレンズについての感想は必要ないかもしれないんですけど、一応このレンズの感想もちょっと触れておきます。一言で言うと最新のレンズっていう感じでキレッキレですね。とてもシャープな今時なレンズだなっていう印象を受けました。それから撮影していて逆光にも強いっていう印象を受けました。逆光を利用してうまいこと撮影するとちょっといい雰囲気に撮れるんですけど、それもレンズ性能によってはグダグダの写真になっちゃうっていうことも多い中、このレンズでは今回試したどの逆光シーンでもいい感じに撮れちゃうので、日中のサンプル撮影ではねつい逆光シーンばっかり探して歩いちゃいました。私ニコンのカメラは以前 D750 を使っていて、去年からは Z50 を使っています。 Z50 は動画の撮影で使うことが多くて、今もね
Z50 で撮影をしています。それらのカメラと今回の Z5 共通して好きなところがピクチャーコントロールの自然さです。このピクチャーコントロールっていうのは、カメラメーカーによってちょっと名称が違うんですけど、ソニーで言うとクリエイティブスタイル、富士フィルムで言うとフィルムシミュレーションって呼ばれているようなものです。今回は主にスタンダードとビビットを使って撮ってきたんですけど、 Z50 で動画撮影するとき私ニュートラルばっかり使っています。この動画で使うニュートラルが私すごく気に入ってます。後半でまた動画の話のところで Z5 のニュートラルで撮った動画のサンプルをご覧いただこうと思います。でこのニコンのピクチャーコントロール、何がいいかっていうとすごく自然で癖がないんですよ。カメラメーカーごとにこういうプロファイル結構個性が出てるんですけど、そんな中でもニコンのプロファイルは実際に自分の目で見ているその通りの絵作りをしてくれるっていう感じで目にスッと馴染みます。で Z5 にはスタンダード、ビビット、モノクロ、ニュートラル、そういったねベーシックなものの他にクリエイティブピクチャーコントロールっていうちょっとフィルター要素の強いものも多く揃っていて、全部でね20種類ぐらいだったかなあるんですよ。ちょっと変わった感じのピクチャーコントロール試してみたので見てみてください。さらにいいところはそれぞれのピクチャーコントロールをもとにもう少しコントラストを弱くしたいとかシャープさを出したいとか細かいこともこれだけの項目を全部ここで簡単に調節できます。これだけ種類が豊富であればローは使わず JPEG だけでやっていきたいっていう方も十分楽しめるんじゃないかなと思いました。私の場合撮った写真をロー現像するっていうのも楽しみの一つなのでそれもねすごく好きなんですけど、フルサイズカメラで撮った綺麗な写真をそのままスマホ経由で SNS にアップしたいなんていう時にはこういう自分でカスタマイズしたピクチャーコントロールが使えると便利だなと思いました。それからファインダーの見え方についてです。私は使ってて全く違和感は感じなかったです。ファインダーを覗きながらカメラを振った時の映像の遅延っていうのもなかったですし、それからファインダーの明るさも設定で調節ができるので使い勝手はいいんじゃないかなと思います。それからモニタースクリーンについてなんですけど、これもね明るさ自分で好きなように調節ができるので見え方全然悪くないです。ただねこのモニターについては不便だなと感じた点が一つありました。モニター表示とファインダー表示を自動切り替えに設定している時に、こんな感じでねモニターをちょっと角度を上に上げて上からモニターを覗こうとすると自動的にねこの表示がファインダーに持ってかれちゃうんですよ。こんな感じでカメラと自分の体を近づけたままモニターを上向きにするとこの辺のセンサーが干渉しちゃうのかな、自動切り替えが反応してしまって表示がねファインダー側に切り替わっちゃうんですよ。できればこの自動切り替え設定を使ってシームレスにモニター表示、ファインダー表示と使いたいので、これちょっとねどうにかならないかなと思いました。で次些細なところなんですけど電池についてです。この電池私が以前使っていた D750 と同じものでした。カメラを買い替えるごとに電池のモデルが変わると予備電池を毎回買い替えなければならなくなるので、こうやってね前からのものを共通して使えるっていうのは嬉しいです。それから USB ケーブルで給電しながら使えるっていうのもいいなと思います。あとよく使う機能や設定はこの I ボタンのところに集約できて、さらにタッチ操作で操作が可能です。直感的に操作できるのでデジタルカメラ初心者でも迷うことなく使えると思います。それからオートフォーカスの性能もいいですよ。フレームの端から端までフォーカスポイントを設定できるので大胆な構図もね好き放題に組むことができます。フレームの端っこでもビシバシ AF は決まっていきます。それから瞳 AF ですね、これもすごく優秀だなと思いました。私自身はポートレート撮影あんまりしないのでこの機能をガンガンに使うっていうことはないんですけど、その性能を試してみたくてちょっとねパソコンの画面で試してみました。人間だけでなく動物にも対応していることでペットをね撮影したいっていう方にもいいんじゃないかなと思います。で正直なところ、ニコンさんね
ミラーレスカメラちょっと出遅れてるなっていうイメージがあったんですけど、こういう性能を見てみるとそういうイメージ一気になくなります。でニコンさん動画性能にも力を入れているということなので、この後ちょっとね軽く動画性能を見ていこうと思います。私今この Z5 の兄弟機種 Z50 を使って動画撮影しているんですけれども、この動画性能ねすごく気に入ってるんですよ。なのでこの Z5 には Z50 以上の動画性能があるといいなと期待しちゃいます。ちょっと屋外で自撮りをしてみます。今歩きながら撮影してみています。ということでこのね手ぶれ補正の感じとかも見てもらえるんじゃないかなと思います。あとね AF が私の顔にずっとついてきてるかっていうのもチェックしてみてください。で今日中屋外での撮影ですので ND フィルターを使っています。というわけでこのレンズのピュアな写りではないっていうのを補足しておきます。で今ね自分で撮った動画確認してみたんですけど、手ぶれいい感じに補正されてますね。歩いてるぐらいだったら手持ちでもいけるんじゃないかなと思います。で今こうやって自撮り撮影をしていて気になるのはカメラの重さかな。やっぱりねこうずっと片手でホールドしてると手がねプルプルくるんですよ。あとねこの機材フリップスクリーンじゃないので自分の姿を確認しながら撮るっていうのがねできないんですよ。さっき撮った動画確認してみたら私の髪の毛なんかぐちゃぐちゃになってたので、そういうのを確認することができないっていうのはちょっと残念ですね。24ミリで今撮影をしてるんですけれども、カメラのねレンズの前に自分がいれば枠から自分がはみ出てしまうということはまずないと思います。今ピクチャーコントロールは私の大好きなニュートラルで撮っています。どうでしょうか。これねすごくニュートラル綺麗じゃないですか。でもちろんね他のピクチャーコントロールで撮ることも可能です。今ご覧いただいたように動画の画質すごく綺麗なんですけど、 YouTube 動画を撮る私からするとこの動画の機能ちょっとね残念だなと思った点が2点あります。まず1つ目はスローモーション撮影ができないっていうところです。製品レビュー動画を作る時にスローモーション撮影結構頻繁に使うんですよ。なのでこの機能がないとちょっときついですね。この辺がお値段に反映されているのかなと思いました。で2つ目が 4K 動画のクロップです。これねレンズ 24mm で撮ってても実質 40mm ぐらいな感じの画角にクロップされちゃうんですよ。ちょっとね24から40はクロップしすぎじゃないって思いました。4K で撮影をする利点ってとりあえず 4K で広く撮影をしておいて、動画編集の際に画面内の一部だけを切り出して使うとか、モーション機能を使ってここからここまでを使うとか、そういう使い方ができる点だと思ってるんですけど、これだけクロップされてしまうとその利点を生かした使い方ができないのでちょっと使いづらいなと思いました。で総括です。これねレビュー依頼だからって言ってるわけではなくて、本当にね写真機能素晴らしいなと思いました。でこれ一応シリーズ的には入門機っていう位置づけらしいんですけど、上位機種と同等の防塵防滴性能も備えているということで、本当に入門機っていうカテゴリーに分けちゃっていいのっていうぐらい素晴らしいなと思います。で動画の方なんですけど、さっきも言った通りスローモーション撮影ができないっていうことと、それから 4K のクロップ、この点がねちょっと残念だなと思います。写真撮影がメインだから動画性能はそんなに気にならないっていう方、このね Z5 すごくねコスパがいいと思います。ぜひ店頭で触ってその良さ実感してみてください。それからニコンさんがオフィシャルで行っている機材のレンタルサービスがあるそうです。フルサイズカメラってレンズも揃えると相当高額なお買い物になるので慎重になりますよね。そういった時にこういったレンタルサービスを利用して納得いくまで機材を吟味することができます。リンクを概要欄に載せておきますので、興味がある方はそちらご覧ください。それでは今日はここまでです。動画の内容を気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。